高市早苗、これをいただきます。奈良の女です。大和の国で育ちました。日本を今一度選択いたし申し候。日本を今一度選択します。長いことをかけて溜まったシミや汚れ、すっきりさせます。皆様、こんにちは。高市早苗、奈良の女です。大和の国で育ちました。それでですね、奈良の女としては、奈良公園に1460頭以上住んでいる鹿のことを気にかけずにはいられません。万葉集にももうすでに鹿のことを詠んだ歌がたくさん載っています。大友のやかもちの歌にも角の大きなお鹿のことを歌った歌がございます。高窓の秋の野を流れるこの朝霧の中を、妻を求めて泣くお鹿が今立って歩いていく、そういう意味の歌です。下手ですが、高窓の秋の上の朝霧に妻呼ぶお鹿いでたつらむか。ダメありがとうございます。連れ合いの愛する、目近を呼んで、お鹿がスッと立ったという、その光景がまるで目に浮かんでくるようじゃないですか。1300年も、前から奈良にはもう鹿がいて、それも夫婦仲のつまじい、鹿がいて歌になっていたということがわかります。そんな奈良の鹿をですよ、足で蹴り上げるとんでもない人がいます。殴って、怖がらせる人がいます。外国から観光に来て、日本人が大切にしているものをわざと痛めつけようとする人がいるんだとすれば、皆さん何かが行き過ぎている。そう思われませんか？ SNS でも目にしますよね。神社の鳥居を鉄棒かなんかのようにですね、見立てて、ぶら下がって、そして遊ぶ観光客が、いるとか、神社を何ともとるんでしょうか。で、古いものが大切にこのされているところに、そういう日本人の気持ちを踏みにじって喜ぶ人が外国から来るようなら、何かをしないといけません。私、高市早苗、日本をかけがえのない国にしてきた、この古来の伝統を守るために体を張ります。世界中、たくさんの、観光客が、訪れてくださる。これはとっても嬉しいことです。また日本の産業には人手が足りていないところがいっぱいあるので、外国から働き手の方々に補ってもらわなければいけないところがある。これも確かな話です。それはその通りなんです。だとしても、こういうことはゆっくり進めていかなあきません。急に物事を進めたり、焦ってやっては、日本の社会をトゲトゲしいところにしてしまうだけでございます。長らく日本に暮らしておられる外国人の方々にも、そのとばちりがいって辛く当たるような、そんな国、社会には私は絶対にしたくありません。また一方、外国人の方を雇う方が得になるといった、制度もあります。で、警察でも通訳の手配が間に合わないから、逮捕はしても、この勾留期間が来てですね、で、期限が来て、不起訴にせざるを得ないとか、よく聞きます。これっておかしいですよね。不公平じゃありませんか？何か私たちが持っている公平不公平、正義不正義、この感覚を逆なでするような事態が、外国人が増えて、残念ながらいろいろ出てきている。毎日そんな話を見たり聞いたりして、日本人は我慢強いですから、みんなぐっと言葉を飲み込んでますよ。でも日々のイライラが募るということはもうこの際申し上げます。絶対によくありません。
これは食い止めないと。私は外国人との穏やかな、お互いに思いやりを持って生きられる付き合い方はどうすればできるんか。一遍ゼロベースで考えるつもりです。毎年毎年、私たちと文化や何もかもがあんまりにも違う人たちをまとめて入れていくということ。この政策は一旦考え直さなあきません。経済的な動機でやってきて難民を主張する人、きちんとお帰りをいただきます。また不法滞在の人たちにも厳格に法律を守っていただきます。そのために必要な、例えば入国警備官のような法執行のフロントラインを担う方々に私は心からの敬意を払います。これは待遇を改善し、人数も増やさなければなりません。私、高市早苗は、日本の経済をこうやって伸ばす。ああやって勢いをつける。そういうことなら詳細にお話しすることができます。1時間でも2時間でもです。皆様ご承知だと思います。しかし、その根底にあるのは、不正義を見逃さない。で、公正や公平を重んじて、おかしなことを野放しにしないという、そういう決意でございます。坂本龍馬が言いました。3つ年上の乙女姉さんに宛てた手紙です。日本を今一度選択し申し候。日本を今一度選択いたし申し候。高市早苗、これをいただきます。日本を今一度選択します。長いことをかけて溜まったシミや汚れ、すっきりさせます。公平で公正な日本を実現して、若い方に、ああ、よかったと思ってもらえるようにします。そのため、私、高市早苗は、決意を強く、まっすぐに立って推進してまいります。今申し上げた不正義を見逃さない政策は、太陽光パネルからの大転換にもつながります。大体おかしいと思いませんか？釧路の湿原に太陽光パネルを敷き詰めるようなやり方。先ほどの外国人を雇用する方が、なんか割に合うといった、こういう理不尽な事態も同じなんですけれども、歪んだ補助金による結果やと思います。もともとは良かれと思って私たちが作った制度であっても、間違ったシグナルですとか、行き過ぎたアクセル、これになっておかしな結果を生んでいるというものがいっぱいあります。私、高市早苗、補助金制度を一遍すっきりさせて、大掃除をして、本当に役に立つものを絞り込む。こういった取り組みを始めます。ここからは高市は一体全体、どうやって政策を実行に持っていくつもりなんかということに話を移します。昨日は亡き安倍晋三総理のお誕生日でしたね。で、安倍総理は一次政権を短く終えられた後、健康を回復されました。そして、そこで生まれた自信を持って、二次政権を始められたとき、総理官邸の組み立て方、それから内閣や党の陣立て、ここに心を配られたわけでございます。ここに私、高市の見習うべき点があると思っています。今、日本が抱えている課題は、どれもこれも長期の粘り強い、諦めないで続ける、必死の努力が必要なんです。この政策を語るのはいいとして、その腰を据えて、長期の取り組みができないと、言いっぱなしに終わってしまいます。看板倒れの自民党には、党員党友の皆様も、国民の皆様も、うんざりしておられるんやないでしょうか。そこで、高市、ああだこうだとうるさいくらいに明るく、活発な総理官邸や自民党を作ります。国家国民のため、現在だけではなくて、未来の国家国民のため、一緒に汗をかこうという人を集めて、よく働くチームを作ります。安倍総理の時、総理室には自衛隊最高指揮官の旗が
飾られるようになりました。自民党総裁となって、そして総理となった暁、私は自衛隊最高指揮官機を自分の誇りとして、自分を奮い立たせるよすがとして、毎朝毎晩決意を新たにする、そういう心持ちでおります。で、次に内閣や執行部の作り方については、大いに皆様に驚いていただきます。北欧の国々に比べてもそれほど劣らないというほど、女性がたくさんいる内閣や役員会。女性だからということではありません。機会平等です。ただ、能力のある方、国家国民のため、喜んで働こうという方々を今までよりはるかに多く、女性からも選んで活躍していただくというプランです。我が党は男女を問わず、みんなの憧れになる人材をたくさん持っています。組閣の時のひな壇や党執行部の集合写真は、今までで一番元気で明るいものにしたいと思います。これからの自民党、男性も女性も全世代の総力を結集して立て直す。そういう時期です。何をやるにしても人間の力が土台です。女性にしてもですね、天井破りの女性の皆様、あっちこっちおられるでしょう。もう各地から、あっちからもこっちからも出てきてください。それが日本のためです。世界のためと言っても過言ではありません。もともと男だ女だというよりも前に、私は日本人として、これからの日本の日の本の国の行く末が心配で心配でたまらんのです。10年後、もしも今何もせんかったら、日本がもっと悪い状況になっとるん違うか。今生まれた赤ちゃんも18歳の人も22世紀まで生きられるかもしれん方々です。その方々どうなるんや。そんなこと考えたら、もう夜も寝られんぐらい心配しております。で、中でも今を生きる日本の政治家として次の2つ以上に大切なことはないと固く信じています。その一つは世界に一つとして類例のない長いそれは長い継続を持ってこられた皇統を男系で引き継いでいかれますよう皇室典範を変える仕事です。もう一つは文字面をそのまま持っていくとなんか自衛隊が憲法違反みたいに見えてしまうと言われてきた日本の憲法、大きな欠陥を改めて自衛隊の存在を憲法にきちんと書き込むことです。私は自民党総裁となりました暁、持てる情熱を注ぎ込んで議論を動かしていく覚悟でございます。高市幸い丈夫です。特技は徹夜、2晩3晩はもう全く問題ありません。でもそういうことももうこれからやりません。自衛隊の最高指揮官になるのであれば、また世界が見上げてくれる国を作りたいのであれば、どうやって正気、つまり将の将たる器を持つか、そこが私の大きなチャレンジでございます。今年は戦後80年、日本の行く末を心配しながら亡くなったお一人お一人の祈りや願いをこの身に感じながら、私、高市早苗、日本をもう一度高い位置へと押し上げる。そして強い経済、強い国土、安全な社会を次世代に送ると決意をいたしております。どうか皆様のご支援を、力強いご支援を付してお願いを申し上げます。ご清聴賜りありがとうございました。皆さんいかがでしたか？自民党総裁選の所見発表で高市早苗さんの圧巻の演説、他の候補者も会場も圧倒されていました。熱い演説に胸を打たれた方も多いのでは。若者の未来も見据えた改革が実現することを祈ります。ご意見やご感想をぜひコメント欄に書いてください。よかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。